皆さん、こんにちは。マリアです。今日もちょっと日本語を聞いてみませんか？ポッドキャストをもっとじっくり勉強したい方にお知らせです。漢字、ひらがな、ローマ字、英語が入ったフルスクリプトをダウンロードしたい方は、ビューリンゴアルでサブスクライブすることができます。スクリプトをダウンロードすれば、インターネットがない場所でも自分のペースで読んだり聞いたりしながら勉強できます。ポッドキャストを使ってもっと日本語を勉強したい方は、ぜひチェックしてみてください。下にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひ見てください。それでは、今日のテーマは、なぜ日本の職場では自分の失敗を笑うことがあるのかです。例えば、会社のオンライン会議で部長がマイクをつけ忘れていたとします。部長は一生懸命話していますが、誰にも声が聞こえていません。しばらくして、それに気づいた部長が、すみません、一人で立派なスピーチをしていました、と言いました。すると、会議に参加している人たちは少し笑います。部長は失敗しました。でも、その失敗を怒ったり、隠したりするのではなく、自分で少し笑っています。日本の職場には、このように自分の小さな失敗や弱点を冗談にすることがあります。これを自虐的なユーモアと言います。自虐と聞くと少しネガティブな言葉に聞こえるかもしれません。でも職場で使われる軽い自虐ユーモアは必ずしも自分を嫌っているという意味ではありません。緊張した空気を柔らかくしたり、相手との距離を近づけたりするために使われることがあります。今日は日本の職場で見られる謙遜と自虐ユーモアについて自然な日本語の表現と一緒に見ていきましょう。ただし最初に一つ大切なことがあります。すべての日本人が自虐的な冗談をよく言うわけではありません。職場の雰囲気、年齢、立場、性格によって話し方は大きく変わります。今日は日本の職場で見られることがある一つのコミュニケーション方法として聞いてください。まず、謙遜と自虐的なユーモアの違いを見てみましょう。例えば、仕事でプレゼンをした後、上司から今日のプレゼンとてもわかりやすかったですね、と言われたとします。その時、ありがとうございます。でも、まだ改善するところがたくさんあります。と答えることがあります。これは謙遜です。自分の成果を完全に否定しているわけではありません。褒め言葉を受け取りながら自分を少し控えめに表現しています。では、自虐的なユーモアはどうでしょうか？例えば、緊張しすぎて自分の名前まで忘れそうでしたって言って周りを少し笑わせることです。つまり
謙遜は自分の能力や成果を控えめに表現することです。自虐ユーモアは自分の小さな失敗や弱点を軽い冗談にすることです。似ているように見えますが、少し違います。職場では失敗すると空気が少し重くなることがあります。その時、本人がとても深刻な顔をすると、周りの人も緊張します。でも、今日はパソコンの方が私より機嫌が悪いみたいです。と言うと、空気が少し柔らかくなります。もちろん、問題を解決することは必要です。冗談を言えば、失敗がなくなるわけではありません。でも、軽いユーモアを使うことで大きな問題ではありません。落ち着いて対応しましょうというメッセージを伝えることができます。職場では能力だけではなく一緒に仕事をしやすいかということも大切です。自分の小さな失敗を認めて少し笑える人は周りから話しかけやすいと思われることがあります。上司が自分を笑うと空気が変わる。特に立場が上の人が自分について冗談を言うと職場の緊張を柔らかくできることがあります。上司や部長は部下にとって少し話しかけにくい存在かもしれません。いつも完璧で間違いを全く認めない上司がいたら、部下はどう感じるでしょうか？わからないと言ってはいけない。失敗したら怒られるかもしれない。と思うかもしれません。でも、上司が私も新人の頃同じミスをしましたよと言ったらどうでしょうか？部下は自分だけではないんだと安心するかもしれません。例えば、新人が資料を間違えて落ち込んでいるとき、上司が大丈夫ですよ。私も新人の頃は毎日のように先輩に直されていました。ということがあります。そして今でも時々直されていますけどね。と冗談を加えたら少し笑いが生まれるかもしれません。ここで大切なのは上司が新人の失敗を笑っているのではなく自分を笑っているということです。立場が強い人が立場の弱い人を冗談の対象にすると相手を傷つける可能性があります。でも自分自身を冗談の対象にすれば他の人を傷つけずに空気を柔らかくできます。日本では褒められた時にまだまだです。とんでもないです。皆さんのおかげです。と答える人がいます。外国人の中にはどうして素直に自分はよくできたと言わないの？と思う人もいるかもしれません。でも、謙遜することは必ずしも自信がないという意味ではありません。日本の職場では自分の成果を強くアピールしすぎると自慢していると思われることがあります。特にチームで行った仕事について私が成功させましたと言うと
他の人の努力を無視しているように聞こえるかもしれません。そのため、ありがとうございました。チームの皆さんのおかげです。ということがあります。これは私には能力がありません。という意味ではありません。自分の成果を認めながら、周りの人の貢献も大切にしています。つまり、日本の職場では、自信を見せることと、周りの感謝を見せることのバランスが大切です。褒められた時によく使われる表現にとんでもないですがあります。例えば、今日の説明とてもわかりやすかったですと言われた時にとんでもないです。まだわかりにくい部分もあったと思いますと答えることができます。ここでのとんでもないですは、そんなことはありません。私はそれほどすごくありません。という意味です。ただし、褒め言葉を強く否定しすぎると、相手を困らせることもあります。例えば、とてもいいプレゼンでした。と言われたときに、いえいえ、全然よくありませんでした。最悪でした。と答えたら、どうでしょうか。褒めた人は私の意見を否定されたのかなと感じるかもしれません。ですから、まずは感謝を伝えると自然です。ありがとうございます。まだまだですが嬉しいです。ありがとうございます。そう言っていただけて安心しました。ありがとうございます。皆さんに助けていただきました。このように言えば、褒め言葉を受け取りながら、謙虚さも見せることができます。では、職場ではどんな自虐的な冗談なら使いやすいのでしょうか？比較的に使いやすいのは、小さな習慣、軽い失敗、すでに解決した問題についての冗談です。例えば、私は朝が弱いので、コーヒーを飲むまでは半分寝ています。心配性なので、同じメールを3回確認しました。説明を準備しすぎて少し長くなってしまいました。また張り切りすぎましたね。このような冗談は自分の仕事の能力を完全に否定してはいません。むしろ少し心配性です。少し頑張りすぎましたという人間らしい部分を見せています。他にも今日は少し空回りしましたという表現があります。空回りとは一生懸命やったのにうまく結果につながらないことです。例えば、説明しすぎて逆にわかりにくくなりました。今日は少し空回りしてしまいましたということができます。一方で職場では避けた方がいい自虐もあります。例えば、私はこの仕事に向いていません。私に任せると全部失敗します。私は本当に役に立ちません。このような表現です。冗談のつもりでも何度も言うと本当に仕事を任せて大丈夫なのかなと思われる可能性があります。また、聞いている人がそんなことないですよと毎回励ませなければならない雰囲気になることもあります。自虐ユーモアは
相手を安心させるために使うものです。相手を心配させたり、励ます仕事を増やしたりするものではありません。そのため、自分の価値を引いてする冗談ではなく、小さな失敗を軽く笑う冗談の方が安全です。仕事で本当にミスをしたとき、冗談だけで終わらせるのはよくありません。例えば、大切な資料に間違いがあったとします。その時、またやってしまいました。私は本当におっちょこちょいですね。と、笑うだけでは無責任に見えます。まずは確認不足でした。申し訳ありません。と言う必要があります。そしてすぐに修正します。次からは確認方法を変えますと伝えます。その後で心配性の私が確認不足とは反省ですね。と少し冗談を言うことができます。順番が大切です。まず責任を認める。次にどう直すかを伝える。最後に必要なら軽いユーモアを加える。覚えやすく言うと、責任、対応、軽いユーモア、自虐ユーモアは誰が使うかによっても印象が変わります。上司が私もよく間違いますと言うと部下を安心させることがあります。上司にはすでに立場や経験があるからです。自分を少し下げても能力がないとは思われにくいでしょう。しかし、新人が毎日のように私は何もできませんと言っていると本当に自信がないように見えることがあります。ですから、立場が下の人は自分を下げすぎない方がいい場合もあります。例えば、まだ経験が少ないので確認させてくださいは自然です。でも、何もわからないので全部教えてくださいと言うと受け身に聞こえることがあります。自分の弱点を見せるときも学ぶ姿勢を一緒に見せることが大切です。例えば、この部分はまだ経験が少ないですが調べてみますと言えば正直さと責任感の両方を伝えられます。外国人が日本の職場で謙遜や自虐ユーモアを使うときは3つのポイントを覚えておくといいと思います。1つ目、褒められたらまずありがとうございますと言う。褒め言葉を完全に否定する必要はありません。2つ目、自虐は小さく短く誰も傷つけない内容にする。朝が苦手、少し心配性、準備しすぎた。そのくらいが使いやすいです。3つ目、仕事の能力や自分の価値を否定しない。自分を下げることが目的ではありません。相手が話しやすい雰囲気を作ることが目的です。皆さんの国では職場で自分の失敗について冗談を言いますか？上司と部下はどのようなユーモアを使いますか？ぜひ自分の文化と比べて考えてみてください。それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。